こんにちは。こちらスティーブ・カーフマンです。相変わらず言葉の勉強の話ですけれども、特にそのリスニング、聞くこと、なぜ大切なのか、どういうふうにしてその聞くことをその有効に、その言葉の勉強にのその、戦略の中にそれを使うかと、そういう話なんですよ。僕のチャンネル好きであれば、ぜひ登録してください。関連のところで、クリックしてください。知らせが届けますから。ポッドキャストで聞いていらっしゃれば、まずそこでまたコメントも残してください。非常に感謝します。こちらの私のビデオをご覧になっているならば、いつものテーマですけれども、聞くと読む。それが大事。もう言葉から自分の頭にあるわけじゃないですから、外から自分の頭にもう入らないといけない。だから、たくさん聞かなければならない。たくさん読まなければならない。読むのももちろん大切。僕の後ろに新しいそのバックグラウンドですね、この本棚とその壁材があるけれども、読むのもいいんですけれども、やはり聞くこと、リスニングがですね、今、特にその新しい MP3 技術、その他があってですね、いつでもできます。ものすごいその数の、その面白い内容のもの、いつでもインターネットで探せる。ダウンロードして聞くことができます。だから非常にイージーなんですよ。毎朝私が起きてですね、朝ごはんを作るときに聞きます。今はアラビア語とペルシャ語ですけれども、聞きます。聞くときに、それが非常にやりやすいわけでしょ。何の準備もいらない。ただ、その iPhone を取って、それを、AirPod をですね、つけてもう始まるわけですよ。しかし聞くときに、全部わかるわけじゃないんですね。3割もわかるとか、7割、6割。そしていつもわからない部分があります。わからない部分があるからですね、それじゃあこれを読みたくなるわけですよ。その、わからなかった部分を調べる。その読むときに知らない単語、リンクならリンク、もう探す。保存する。それでもう一度聞くと、もう少しよく分かってくるけれども、それでも分からなかった。そういうプロセスですね。で、特にその新しい言葉を始まるときに、あるいは僕の、あれですよ、レベルがそんなに良くないと、やはり同じ内容をもう繰り返して聞くわけですよ。そういう習慣はね、始まるときでもそういうふうにします。繰り返して聞く。ただ、あと、進んだ、じゃあもう一度言いましょうか。その脳がね、何が必要かというと、それは繰り返しと新しいもの。両方いるわけですよ。繰り返しだけではですね、だんだん脳がね、疲れてくる。面白くないから、何も勉強しない。だから新しいもの、楽しいもの、それを脳に与えるわけですよ。しかし、その新しい面白いものを聞いたり読んだりしている中でもですね、時々元へ戻って簡単なものを繰り返して聞くのも大切なんですよ。なぜかというと、最初聞いた時にいろんなものに気がつかなかったんですよ。そして新しい、もっと難しい内容を聞いたり読んだりした後でですね、また元へ戻ってですね、30回も聞いたものをもう一度聞くと、朝ごはんを作ってる時に、今まで気がつかなかったその構造とか、単語がですね、急に気がつくわけですよ。それを、これからじゃあそれを理解する、あるいは使うようになるためにですね、それがこの31回目、気がついた時に非常に助かるんですよ。だから、そのバラエティが必要なんですよ。だから、言えば、その聞く、リスニングのですね、戦略には、その繰り返し、特に最初の3か6ヶ月間の新しい言葉、その時にもう繰り返し。一番いいのが、うちのリンクのミニストーリーズを使えば、各ミニストーリーの中には、
その同じ単語がもう5回ぐらいはもう繰り返されてるわけですよ。繰り返されているわけですね。ただ、それでもストーリーも2次会も3次会も聞く。これいっぺんに聞くんじゃなくて、ストーリーの1、2、3、4、5、また1、2、3、4、5、6、また1、2、3、4、5、6、7、8。こういうふうにですね、結果的には各ストーリーが30回も聞くことになったわけですよ。それだけ脳にあれですよ。分子の間にこういうコネクションができてるわけですよ。しかし、さっき言いましたように、その繰り返しだけでは脳がつまらなくなる。面白くない。もう覚える効率が下がる。だから、新しいものに挑戦しないといけない。で、だから戦略がちょっと変わる。そんな面白いものを、繰り返して聞くっていうのは、新しい単語、新しい文法、構造、馴染み、あれですよ、馴染みが出るために繰り返して聞くんですよね。ただ、新しいものは、新しい単語、そして少しずつこの言葉の勉強においてはですね、言葉の勉強のために聞くんじゃなくて、新しい面白い内容を聞くために聞く。だから、知らないうちに、面白い、楽しい内容を聞いたり読んだりすることによって、言葉が、レベルがだんだん良くなってくる。だから最初はわざと言葉を勉強するために聞く。しかし、ある程度その水準が上がった時点でですね、今度は面白い内容、楽しい内容を聞く、読む。それは場合によっては映画、セリアル、ネットフリックスのセリアルとかね、そういうものを楽しむために聞く、読む。しかし、結果的には言葉の水準が上がる。しかし、その時にでも、時々簡単なもの、ミニストーリーみたいなものを繰り返して聞くと。その両方をやることが、効果的だと思います。で、聞くことがですね、その聞くときに、いつもこの集中しないといけないということはないんですよ。不可能です。聞くことがですね、非常にその利点の一つはいつでもどこでもできます。だから運転しているときできます。車の中、電車の中、皿洗いやってるときにでも。だからもちろん100% その集中できないわけですよ。しかし、それができなくてもいいんですよ。6割、7割、8割、それでも十分ですね。で、不思議なことにはですね、僕はじゃあ今座ってね、わざと集中して何かを聞くことをやろうと思えば集中できないんですよ、逆に。で、もし僕は他のことをやりながら聞くんであれば、6割、7割は聞く。時々は、どっか、他のことを考えて、しかしまた戻って聞く。それの方がベタ。じゃあ座って、じゃあ今は聞きますよと。もう5分経ったら僕やめましたと。ことになるわけですよ。それはみんな各勉強してる人が違うかもしれませんけれども、聞くことがイコール 100% 集中力っていうのはそうじゃないんです。もう 10% でも 30% も 50% ね、集中できたら、その分言葉が自分の頭の中には入ってます。だから楽しく最初の間は繰り返しの多い聞くそういう戦略を使ってください。そしてある程度の数字になったら今度面白いもの、聞くこと、分からなかった部分は今度読む iPad でリンクを使って読むこと。それで、しかしいずれにしても 100% 理解しましたとか集中できましたとかそれが必要はないです。必要はないです。言葉がだんだんと雨のようにあれですよ。脳が濡れて、濡れるようになったらね、それでいいですよ。イマージョンですから、英語で言うと。じゃあ、今日はそこまで、聞くについての話でした。じゃあ、どうも皆さんよろしくお願いします。